早く出せよ。ぐずぐずするな。3のペアだ。ハスだ。負けは負けだ。罰ゲームはセクシーダンスだぞ。ごまかすなよ。負けは負け。だと、ふざけるな。生死である。世の原型、丹田の砕けたは偉人のみで禁域に立ち入るとは、ここに指一本でお前を粉砕できる。古希が封じられているのを知らんのか。このハムシは何をデタラメ言ってるんだ。動けない。微塵も動けないぜ。天命を受け始皇帝の御事のりである。世の原型は異民族と結託シムホンを企てたゆえ、本来なら極刑に処すべきである。だが過去の功績に免じ、王の位を剥奪して異国より追放する。以上。遺族と結託シムホンを。それは本当に陛下の直使なのか。無礼者。国事が押されているのだ。偽りなどあるはずがなかろう。もし真実だと言うなら、そう月フランが直接俺に言うべきだ。無礼者め。女皇陛下の女を呼び捨てにするとは、捕らえろ。どこだどこだ。無知な人間どもよ。相手がどんな存在か分かっておらんな。あれは世の原型ではないか。へえ、いかに蒼月国を追放されたのでは。世の原型、陛下が命を助けてくださっただけでも寛大な処置なのに、よくも蒼月戦に押し入れたな。寛大な処置だと？あの時俺が路地裏で拾わなければ、今頃路頭に迷っていたはずだ。俺が三大番王を平定し、古の幼獣を沈めなければ、女のみで玉座に座ることなどできたか。原型、デタラメを言うな。万能平定は陛下の策と、私の血の滲む戦いのおかげだ。この役立たずが、手柄を奪う気か。それだけではない。陛下の慈悲を仇で返し、裏で遺族と結託してて異国転覆を企むとは、とんだ恩知らずだ。お前もそう思っているのか。私がどう思うかは重要ではない。敵と通じた証拠は揃っている。だが、かつてのわずかな功績に免じて、命は取らぬ。去るがよい。二度と蒼月国に足を踏み入れるな。証拠は揃っているわずかな功績か。よく言ったものだ。昔の情に免じて、私が殺せないとでも思っているのか。どうやら君は本当に俺を必要としていないようだな。少子、私は至高の蒼月女皇だ。誰の力も必要としない。ましてや役立たずなどな。陛下、ご明察です。このような逆進、生かしておけば災いとなります。誰かこの逆進を捕らえよう。直ちに切り捨てろ。本当に私に手を出すつもりか。そなたは今やただの廃人。犯した罪は数えきれぬ。昔の情に免じて、命だけは助けてやろう。陳の気が変わらぬうちに、そう月国から出ていけ。反逆者にも情けをかけられるとは、陛下恥ひぶ柿お方。民の福でございます。陛下、恥ひぶ柿お方。陛下恥ひぶ柿お方。ならば望み通りにしよう。だが去る前に、一つ持っていく。原型、ここは王宮禁域だ。勝手な真似は許さんぞ。構わぬ。この宮中で、そなたが気に入ったものがあれば、くれてやろう。自分のものを持っていくのに、賜る必要はない。旧猶予、戻る時が来た。見ろ、あの剣が動いたぞ。集中世界。集中世界か、天候鏡以上でないと使えない最高の神通力だぞ。バカな。世の原型の丹田はとうに壊れておる。火を操ることもできぬくせに。集中世界など使えるわけがない。手品に決まっておる。山の鳥と海の王が交わらないように、我らのこれきりだ。そう月フラ、次に会っても、ただの他人だ。
元慶。お前の存在は、他人の顔色を伺っていた屈辱的な過去を、私に思い出させる。帝王とは、自分が天下を裏切ろうとも、天下に自分を裏切らせはしないものだ。奴ね、あの剣を持って行きよった。この鎖も長くは持たないぞ。何が起きたんだ？なぜ空が暗くなったのだ？なぜ国運が急速に失われているのを感じるのだ？まさか、地下の封印に異変が起きたのか？皆の者、封印を念入りに調べよ。はっ！状態不、原型も功労者ですが、本当に追放されたのですか？過去は過去だ。今はただの廃人。追放されて当然だ。あの悪魔が追放されただと？本当に去ったのか？この忌々しい封印、今すぐ破ってやる。我らの怒りを思い知るがよい。大変です。幼獣が封印を破ろうとしています。どうしたんだ？何事だ？陛下、大変です。地底の魔物が狂ったように封印を叩き、亀裂が生じています。無事だった封印が、なぜ突然？真にもわかりませぬ。魔物の力が急増しており、すぐにでも封印を破りそうです。孫院長。は。天球院の前弟子を集め、封印を補強せよ。破られれば、軍法に処す。は、仰せのままに。以前は愛ゆえに蒼月国を守ってきたが、今はもう俺には関係ない。宿主の実力が天下無双に達し、蒼月帝国を正式にはなれ、世俗のしがらみが一切なくなったことを検知しました。メインクエストが発生しました。真理の核を収集してください。世間は俺がさ、王キリタン伝を失ったとしか知らない。絶叫の中で無双システムが覚醒したことなど知る由もない。ただこの10年間、ログイン報酬以外で、システムが任務を出すのは初めてだ。任務説明、真理の核があれば、宿主はこの天地を離れ、挽回へ行くことができます。挽回か。まあいい。この天地にもう未練はない。その挽回とやらを見て回るのも悪くない。子羊、ここは退屈だ。一緒にその真理の核とやらを探しに行かないか？陛下、急報です。KO が蒼月フランにより、異族結託の罪で、蒼月国を追放されました。そう月国を追放だと？そう、月フランがこれほど恩知らずだったとはな。至急直命を伝えよ。南境議場隊を集結させ、護衛につかせろ。私自ら国境へ赴き、KO を南国へ迎え入れる。陛下、それは危険すぎます。KO がいなければ、南国はとうに悪竜に滅ぼされていた。これほどの体温だ危険を冒す価値はある。はあ。やっと彼にまた会える。なんだと？あの悪魔が蒼月帝国を追放されたと？蒼月帝国の王都から届いたばかりの知らせです。では蒼月帝国との同盟は不要になりますな。もしやあの悪魔の罠では？主権は犯せん。適当な理由で同盟を延期し、真偽を確かめさせろ。御意。奴さえいなければ蒼月帝国など眼中にありませんよ。万山が同盟を突然延期した理由は？万山は強靭な体を持つというのに、同盟の直前に病に倒れるとは、明らかに恋の口実だ。陛下、これまでバンコクは同盟を主張してきました。何か別の理由があるはずです。同盟は南境防衛戦に関わる。1000年の節連と原価鉄柱を用意し、直ちに二大バンコクへ送れ。どうしたのだ？
陛下。村人長、状況はどうなっている？下にご報告いたします。現在、天球院の達人たちを派遣し、12時辰絶え間なく霊気を送り込むしかありません。少しでも気を抜けば、封印は破られます。なぜ封印が急に緩んだのだ？一体何が起きた？陛下、ご覧ください。地下の封印は最初からに大魔物を完全に抑え込むには不十分で、長年、外部からの力が陣眼を補強していたのです。外部からの力だと？その力の正体は不明ですが、3日前に消滅したことは確かです。3日前？与野原型を追い出した日ではないか。陛下、ご安心を。この危機を解決できる者を一人存じております。誰だ？総雲宗の古道様です。真実の造形は東大随一。彼を招けば憂いは晴れましょう。すぐに古道元帥を呼べ。彼がこの事態を収拾できれば、総雲宗に霊石100万を与えよう。10年ぶりの再会だ。ついに原型先達にお会いできる。古道様、よくぞご足労を。総雲宗の古道様が到着されました、陛下。そう月女公平下にお拝謁いたします。例は良い。そなたを呼んだのは、王都の鎮魔の封印が破れたからだ。天球院の前弟子が、霊力を使い果たし、かろうじて抑え込んでいる状態だ。陛下、二大魔獣の力をいささか甘く見ているようですな。そなたでも無理なのか。天下広しといえど、この封印陣を張れる者はただ一人。早く申せ、誰だ？どなたですか？この蒼月帝国にいますが、私は10年会っていません。帝国内にいるのなら、血を張ってでも探し出します。絶対にいけません。彼は静寂を好むので、むやみに近づけ馬逆効果です。陛下ご心配なく。我々総雲宗の宝で、一時的に封印を抑えられます。では道長、陣旗で抑え込んでください。あれは総雲宗の宝、五行鬼陣だ。素晴らしい。しまった。魔物が抑え込まれました。さすが旗からですね。陛下、御妙鬼陣を張りました。ですが一つだけ。何人たりともあの旗の小さなものには絶対に近づけないでください。道長。道長、大丈夫ですか？霊力を使いすぎました。閉館して療養する必要があります。早く道長を療養へ。は、陛下。私はこれにて、失礼します。古道様、こちらへ。村人長。は、古道様が言っていた友人とは、我が国のどの忍者だと思う？陛下、帝国の名だたる陣術の達人は、皆し存じております。おそらく、10年前に隠居した方かと。10年前？まさか与野原型では？陛下、それはありえません。奴は10年前に丹田学だけ、基礎的な工法すら使えません。上古の鎮魔陣の修復など不可能です。ふん。馬車を用意しろ。お忍びで、南へ向かう。10年サインして手に入れたれようなのに、毎日の見食いしてばかりだ。本当に怠け者だな。助けて！誰だ来て！めいめい、十数年の見食いした分、少しは体を動かせ。新鮮な血肉だ。久々にはライいっぱい食えそうだな。食べないで。私美味しくないよ。お嬢ちゃん、大丈夫か？熊田、相変わらず行儀が悪いな。
勝手に人を食うな。原型先達。あなた様とは知らず無礼を働きました。どうか、今回だけはお許しを。さっさと帰れ。次人を食ったら、皮を剥いでコートにするからな。はい。二度といたしません。お嬢ちゃん、大丈夫か？わあ、お兄さん、この子羊すごいね。あんな大きな幼獣を蹴り飛ばしちゃうなんて。こいつは命名だ。よう。兄弟子。無事か？大丈夫です。こいつは誰だ？ように何をした？兄弟子、さっき幼獣に追われていたところを、お兄さんの羊が追い払ってくれたんです。羊が幼獣を追い払っただと？バカな。おい、流浪衆士。ようを助けたからといって我ら総雲衆に恩を着せようとするなよ。兄弟子、そんなこと言わないで。お兄さんはいい人です。ほう、そう雲州の弟子だったか。そう雲州を知っているならさっさと失せろ。嫌だと言ったら？なら容赦しないぞ。陣を敷け。素直に従わなかったら？ならば容赦はしない。よう、離れていろ。兄上、気をつけて。兄弟子、あいつからは霊力が全く感じられません。一人で南京古道を歩いているなんて何か裏があるのでは？警戒した方がいいのでは？我々は古道様の命で、伝説の相違剣線を探しに来たのだ。古道様と相違剣線がいれば、こんな流浪衆士など恐るるに足り。減災のクソじじい、私に何の用だ？よくも古道様を愚弄し、天津さえ相違剣線を語ったな。相違剣線様を誰だと思っている？お前のような若造が語れるか？こんなじゃ衆に構うな。やれ。総雲剣、万人両運。めえめえ、手加減してやれ。兄上、気をつけて。早くあいつを殺せ。バカな。ありえない。ただの羊がなぜこんなに強いんだ。きっと妖術に違いない。あのじじいの顔に免じて、今回は見逃してやろう。兄上、彼らは白黒もわきまえず、兄上を邪衆だなんて、私はもう彼らとは行きません。兄上についていきます。行こう。兄弟子、ようがあいつと行きましたが、シフヤコ道様にどうも牛開きを、自らじゃ衆について行ったのだ。俺たちには関係ない。あの邪衆め、古道様に無礼を働き、相違剣線を語るとは、必ずやご報告し、古道様にあのペテン師を骨まで灰にしていただく。全弟子波状街の空き地に集合せよ。兄上、古道様が場外の空き地で集合だって。兄上も一緒に行こうよ。シフと古道様に兄弟子がした悪いことをちゃんと話さなきゃ。あのじじいとは10年ぶりか。少し懐かしいな。なら、君たちの古道様に会いに行こう。兄上、私たちの総雲衆にはいらない？うちはすごいんだよ。天下に名高い相違剣、千と古道様はゆかりがあるんだから。わあ、それはすごいな。前に僕が相違剣線だって言わなかったっけ？兄上、また冗談言って。相違剣線は伝説の先達だよ。きっと古道様みたいに立派な髭を生やしてるはず。兄上が相違剣線なわけないよ。誰がそんなこと言ったんだ？あのじじいか？兄上、本人の前でじじいなんて読んじゃダメだよ。あの人、すっごく根に持つんだから。安心して。宗主、古道様が長年の閉館を経て、突然お出ましに。我々を緊急招集されたのは、一体何事でしょうか？古道様が今回お出ましになったのは、一つは蒼月女皇の招きを受けたため、もう一つは、ある旧友を探すためだ。旧友ですか？古道様がそこまで重視されるお方となれば、ただものではありませんな。その者こそ10年前我が衆に体温をもたらした相違剣線だ。まさか伝説の先達ですか？宗主はその方にお会いになったことは？名ばかりは金がね、残念ながらお会いしたことはない。弟子の極のいたすところで、テイマイたちを守りませんでした。要はどうした？なぜ一緒に帰ってこなかったのだ？帰路で我なし恋じゃ衆に遭遇しまして。奴は古道様を侮辱しただけでなく、相違剣線を語って妹弟子を連れ去りました。
妹弟子は、すでに毒牙にかかったやも。なんだと。それほど大胆不敵な輩がいるとは。主婦、長奴です。相違剣線を語り、妖術で羊を操って我々を傷つけました。老。兄弟子でたらめよ。兄上は邪衆なんかじゃない。不届き者め。我が弟子をたぶらかし、愛弟子を傷つけるとは。死ね。やめて。よう。どういうこと？わあ、兄上。終始は天候境の頂点に達しているのに、たった一撃で負傷するとは、鼓動様でさえこれほどたやすくはないはず。お前は一体何者だ？それほどの力を持つとは。私の名を聞く資格はお前たちにはない。古道元祭のじじいを呼んでこい。無礼者！鼓動様に何という暴言を。長老の皆様、奴は師匠に重傷を負わせました。今ここで皆で始末しなければ、大変なことになります。総月女公陛下のお出ました。皆の者、速やかに礼を尽くせ。陛下にお目にかかります。万歳万歳万々歳。表を上げよ。感謝いたします、陛下。陛下、危ない。陛下、ご覧ください。帝国を追放された逆臣がまだ領内で悪事を働いております。元慶、そなたは丹田を拝されたみ。どこか静かな場所で余生を過ごさず、なぜここでそう雲州の者たちを騒がせるのだ。陛下、ご検察ください。この者は師匠に重傷を負わせました。どうか我らのために裁きを。そうです。丹田が完全に壊れているのに、私に重傷を負わせたのは、間違いなく邪悪な妖術を学んだからです。元慶、今となって自分の罪がわかるか。物事の是非は、道理が証明してくれる。私に何の罪があるというのだ。信でもかい信しないか。陛下、我が国の意向を示すため、この逆臣を私の手で討ち取ることをお許しください。長老たち、奴は宗門を侮辱した。共に討ち取り、制度を示そう。はっ！やめろ。ほう、主だ。鼓動様がお戻りになったぞ。元慶、お前の命も今日までだ。鼓動様にお目にかかります。お前たち、何をしている？鼓動様、奴は妖術で私を傷つけました。どうか奴の成敗を。どうか奴の成敗を。誰の許しを得て、あの方に手を出した？よくも彼に手を出したな。じいさん、久しぶりだな。終わった。兄上が鼓動様のことをじいさんなんて呼んで、絶対に怒らせちゃう。小生、先達にお目にかかります。鼓動様が兄上を責めないどころか、礼までしてる。10年ぶりですが、先達はお元気そうで、昔と変わらぬお姿ですね。いや、以前にも増して、ご立派です。まさかよ。野元慶が鼓動元祭の言う旧友？いや、ありえない。鼓動様、奴は我々を傷つけ無礼な口を聞いたのですよ。なぜそんなに敬意を払い、弟子を傷つけるのですか？黙らんか！傷つけるだと？先達が本気でお前たちを傷つけるつもりなら、今ここで立ってはなしなどできんわ。よく見ろ！この方こそ私がよく口にする、総雲州の恩人、総意見千であられる。兄上は本当に総意見生だったんだ。愚か者め。元慶がまだあの万能な総意見戦だとでも思っているのか。鼓動様人違いでは、あいつは白衣を着ているのに、なぜ総意見戦なのです。愚か者！総意見戦は総意を着ねばならんのか。あの時先達が人術を授けてくださらねば、今の総雲州はない！恩人に無礼を働くとは、お前はもう総雲州の弟子ではない。ああ、俺の周囲が消えた。今後一切、総雲州への立ち入りを禁ずる。誰かこいつを引きずり出せ。
お前たちも今すぐ先達に謝罪しろ。さもなくば周囲を奪い破門にするぞ。我らの節穴をお許しください。立て。小道元斎、彼を買いかぶりすぎだ。確かに相違見線だが、それは過去の話。今は丹田を壊されたは偉人だ。それでもう山うというのか。総雲衆よ。奴とは関わらない方がいい。火の粉が降りかかるぞ。火遊びで身を滅ぼすのは、そう月女校の方だと思いますがね。どういう意味だ？世の先達こそ、王城の封印を固められる、唯一の人物だと言ったはずです。彼を追放するとは、まさに自業自得。貴族の封印が解かれたとき、蒼月で異国鉢の海になるでしょう。なんだと？私が捨てた男が、帝国の最後の希望だったと？コート生む系だ。霊気も集められん奴が、どうやって封印を固めるのだ。小道元斎、奴をかばうためにそんな滑稽な嘘をつくとは。やれやれ、名もなき小っぱめ。人術の道は奥深く、周囲などに縛られん。わしの人術はすべて先達の賜物だ。鎮山の宝である五行句すら、先達からいただいたものだ。与能元慶。小道元斎の言葉が真実なら、罪滅ぼしの機会を与えてやろう。罪滅ぼしだと？お前は本当に俺を分かってないようだな。わあ、兄上すごい！この廃人が本当に集中世界を使えるのか？ 10 年前、俺はこの剣霊王城地下の封印を沈めた。去る日、自分のものは持ち帰ると言ったはずだ。今、貴族が現れようが、俺にはもう関係ない。笑わせるな。貴様のような廃人が持つそんな平凡な剣で、古の魔物を鎮めるだと？平凡だと。よく見ろ。これは古の蒼天剣だぞ。蒼天剣？伝説の天城守様の剣ではないか。まさか、これが封印から出た道の力なのか。与野元慶、なぜ早く言わなかったの？あなたが地下の貴族を封印したと。そう、月フラン。かつてお前が帝国の運気を集めるため、魔獣を地下に無理やりと仕込めた後、俺は密かに陣を敷き、お前の行為を盤石にした。だが俺のしたことは、お前にとって無意味だったようだな。与野元慶、その剣を渡せ。陛下に命乞いしてやってもいい。与野元慶、もし再び封印を施すなら、昔の城に免じて、慶応の座に戻してやろう。俺とお前の城はとうに切れている。この剣のようにな。やめてー！世の先達が造作もなく、古の神剣を折ってしまった。そんなバカな。ありえないわ。奴が神剣を折れるわけがない。偽物に違いない。お前、あんな性悪女のために古の神剣を壊すなんて、いらないならわしにくれよ。兄上、老祖がなまってるよ。折れたものは仕方ない。俺は天下無双。この世に俺が剣を振るう価値のある者はもういない。へえ、この蒼月から追放されたからと、帝国の暗記を見捨てるのか。よくも天下無双を名乗れたものだ。滑稽だな。黙れ！この大知らずどもめ！王都に五行旗を置いてやったのが間違いだったわ。我ら総雲衆の宝のけがれじゃ。封印など知るか！五行旗だと？小道元斎、何をする気だ？見ろ、陣が消えていくぞ。陛下、大変です。小道元斎がなぜか五行旗を回収し、幼獣を抑えきれません。小道元斎、廃人のために公然と陳に逆らうとは。貴様の総雲衆など、この世から消し去ってくれる。陳は総雲衆をこの世から消し去ってやる。小道様、先立ちは我が宗門に大恩がありますが、彼一人のために宗門全体をかけるなど、五行旗を渡せば、少なくとも宗門は守れます。黙らんか！命惜しさに恩人の暗記を無視してたからを差し出せと？そんな総雲衆など残す意味があるか？
私は南京人術師協会の会長だ。本日より宣言する。我が協会の人術師は、蒼月帝異国への協力を禁ず。背く者は追放し、資格を剥奪する。朱雀、承知。玄武、承知。清流、承知。蒼月協会、承知。白虎、承知。いい度胸だ、総雲衆。死に急ぐと言うなら、陳が望み通りにしてやる。霧島向く。世の、お前は私の半分の師でもある。帝国一のこの私が、自らインドを渡してやろう。あ、これは失礼したはずの竜候補。まさかあそこまで極めているとは。桐島向は甲骨を持つと聞いていたが、若くしてあれほどの周囲に達しているとは。兄上、気をつけて。バカな。私の竜候補はすでに大成している。丹田を廃されたお前に、なぜ私の動きが見える？この甲骨は良い素材だが、お前では無駄遣いというものだ。世のが竜候補を破り、霧島向くにて傷を負わせるなんて、まさか、周囲は失われていないの？そんなはずはない。南国城、南條時の様のおなーり。南国女王、南條時の、慶応を我が南国へとお迎えに参った。本日より慶応は南国の貴賓。彼を傷つける者は、我が南国を敵に回すものと思え。なるほど、世の元家。ずっと南国女王と結託していたのね。だから強気な態度に出るわけだ。彼女の勢力を頼りにしていたのね。でたらめを言わないで。世の先生は英雄です。私が彼を敬い守るのは、彼が南国に多大な恩義を与えてくれたからです。彼の力なら、誰の助けも必要ありません。でたらめですって。丹田を廃されたはずなのに、桐島向くの攻撃を受け止めたわ。あなたが国を挙げて、彼の周囲を回復させたんじゃないの？世の先生の実力を勝手に推測しないで。そう月フラン。あなたは命がけで即位を助けてくれた。恩人に反逆罪の濡れ衣を着せて追放し、事実をねじ曲げて彼を侮辱した。世の先生の貢献に対して恥ずかしくないの？南條時の、認めなくてもいいわ。世の元慶が少し周囲を取り戻したとしても、かつての実力には遠く及ばない。彼のために、蒼月帝国を敵に回す覚悟はあるの？我が南国の将兵はいつでも戦う準備ができているわ。蒼月フラ。早く蒼月国へ帰るがいい。私が長年沈めてきた2匹の幼獣は、今や怨念が頂点に達しているはず。何かあれば、女皇の座もいつまで持つかな。陛下、急ぎようとへお戻りを。地下の封印が持ちません。もってあと1日です。二大魔物が逃げ出せば、取り返しのつかない事態に。おう、とへ戻る。まずは力をよ。世の先生、道中お疲れ様でした。私の竜車に乗って、南国で少し休まれませんか？陛下、私たちは親しい間柄でもないのに、なぜ私のために蒼月帝国を敵に回したのですか？先生は覚えておいでですか？12年前、南国で悪竜を退治し、一人の娘を救ってくださったことを。あの時の娘か。ついでにやっただけだ。気にするな。先生にとってはただのついでだったかもしれませんが、私や南国全体でにとっては大きな恩義なのです。ぜひ私と共に南へ向かい、感謝の意を表させてください。南国の景色が美しいと配膳から聞いていた。おいじいさん。そう、門の弟子たちを連れて一緒に行かないか？いやはや先達のお誘いとあらば、断る理由がありませんな。はは、そう一同でお供できるとは光栄です。大運命者がついに現れたか。この者は祐天領の存続に関わる、蒼宮に連れて帰るのだ。
はい、領主様。この者は、大運命を背負っている。もし直弟子にできれば、直領主の座は私のものね。天球員は聞け。何としても、この2匹の貴族を鎮圧しろ。逃げた者は軍法で処断する。やれ。無駄なと行こうはやめろ。世の原型がいない今、我らを止められる者などいない。外に出たら、まずこの王都を灰にしてやる。国事を使うしかないのか。ふざけるな。仕方ない。国運をかける。陛下。なんだと。世の原型がいなくとも、貴様らよ馬くらい鎮圧できる。役立たずどもめ。貴族2匹も抑えられず、国事を使わせるとは。陛下、お怒りをお鎮めください。たかが総雲衆の分際で、帝の意向に逆らうとは。勅命を下す。直ちに10万の軍を動員し総雲衆を撃って。また南国を完全に封させよ。ただの女が帝の位につけるわけではないと。天下に知らしめてやる。陛下の仰せの通りです。しかし今の急務は世の原型を切ることかと。奴を生かしておけば、必ず矢災いとなります。霧島様、それは違います。世の先生はあなたの中橋も同然。そのような恩知らずなことをして、世間の後ろ指を刺されるのが怖くないのですか。手負いの分際で、私の口出しをする気か。陛下、ご無事ですか。陛下と国事は御霊がつながっております。国事で魔物を鎮めるのは陛下にとっても負担となるはずです。さらに恐ろしいのは国事には国運が宿っていること。国運が衰えればいずれ国は滅びますぞ。なんだと？先祖代々の国が？なら、どうすればよいというのだ。慶応しかこの大臣を敷けないのであれば、陛下、彼を呼び戻してみてはいかがでしょうか。こうだと？ふん。霧島向く。お前が自ら大軍と共に出発しよう。総雲衆を攻め落とした後、南国ヘム海洋の原型を連れ戻せ。決して命は奪わず、必ず連れ戻してこい。御意、必ずや使命を果たしてご覧に入れます。慶応殿下こそが蒼月の守りであったというのに、流れに逆らうとは、この蒼月は滅亡の危機に直面するやもしれん。古道様、原型先達のために蒼月女皇の怒りを買い、今や10万の大軍が罠総雲衆に迫っています。どうやって防げばいいのですか？そうです、古道様。10万の大軍が来れば、我が総雲衆は壊滅してしまいます。お前ら二人して、このわしを攻めるつもりか。小道主夫、兄上には10万の大軍に対抗する策がありますよ。これは修霊符です。五州大人の威力を100倍に高めることができ、100万の大軍でもやぶることはできません。ははは。こんな小さな不一枚で、本当にそんなすごい効果が？お前は何を疑っておる？先達を疑うとは何事だ？この…ああ。慶応殿下、女王陛下が宮中で野宴の準備を整え、お迎えに上がるよう仰せつかりました。おじいさん、道中気をつけてください。見送りはしませんよ。ああ、見送りなど不要です。ご自身の用事を優先し、女王のお気持ちに応えてください。陛下。陛下。女王陛下。与野先生。お久しぶりです。
女王陛下が、私と会うのにこのような場所をお選びになるとは。与野先生の前では、私はただの時野です。最近、南国での暮らしには慣れましたか？ええ、すべて順調です。南国の民は純朴で、王宮の気配りも完璧ですよ。与野先生、あなたを南国にお迎えしたのは、貴賓としてだけでなく、王府としてお迎えしたかったからです。望むなら、王位をお譲りしても構いません。女王のお心遣い、感謝いたします。ですが今の私は丹田を壊され、周囲も失いました。これからは気ままに行きたいのです。丹田が壊れたからなんだというのですか？私にとって、あなたが周囲で測れるような方ではありません。まだ蒼月フランのことを思っているから、私を受け入れてくださらないのですか？今の私にとって、彼女はただの蒼月フラン。赤の他人と同然です。矢野先生、私は蒼月フランとは違います。残ってくださるなら、私は王としての誇りを捨て、決して裏切りません。与野先生。ケンケアに、これは？冷えるから風邪をひかないように。先達。やはりまだ蒼月フランのことが忘れられないのでしょうか。でも、はっきりと拒絶されたわけじゃない。まだ希望はあるわ。古道様、10万の大軍が迫っています。元慶先達の霊符1枚で本当に防ぎきれるのでしょうか？もし霊符が効かなければ、我々総雲衆は今日で終わりです。慌てるな。元慶先達の陣法は計り知れん。たかだか10万の兵など恐れるに足らん。ははは、夢を見るな。世の元慶にどれほどの力があろうと、我が10万の敵機は止められ。今日こそ総雲衆を踏み潰し、この世から完全に消し去ってくれるわ。全軍、太鼓を鳴らし進軍せよ。古道様、どうしましょう？10万の大軍が攻めてきます。なんだこの陣法は。早く行け、この陣を破れ。この紙切れの札が、我が10万の大軍を阻むとは。霧島向く、この名もなきネズミめ、身の程を知れ。たかが10万の軍など、100万1000万1億来ようとも、我々は笑ってあしらうだけだ。総雲衆の門は絶対に破れんぞ。ただの紙切れの札で、この私の前で虚勢を張る気か。世の仙たちはやはりすごい。そんなバカな。古道様、我々の勝利です。やりましたね。霧島抜く、世の仙たちの力を見たか。恥をさらす前に、残兵を連れてとっとと失せろ。外で勝手に遊ばせておけ。行くぞ。世の元慶、なぜ貴様はいつもぬぐえぬかげのように、私の前に立ちはだかるのだ。この霧島向くが、必ずその影を切り裂いてやる。恋愛や戦いより、やっぱり釣り人の生活が、俺には合ってるな。ずっと坊主じゃカッコをつかないだろ。
今日はようやく坊主回避だな。すごいよ、兄上。この魚大きすぎ。まさに主だね。落ち着いて、これくらい普通だよ。兄上、昔本当に南国の悪竜を一吹きで倒したの？まさか、全部ただの噂だよ。与野先生、優雅なご趣味で。与野元慶、女皇陛下の直命で蒼月帝国へつれ戻しに来た。結構だ。ここは居心地がいい。直命に背く気か！あなたって本当に礼儀知らずね。兄上が相手にしないのをいいことに図に乗って、頭がおかしいんじゃないの？早く謝って。どこの小娘か知らんが、この俺に指図する気か。うせろ。さもなくば今日が命日だぞ。昔の女王に免じて、山賊待ってやる消えろ。自分を山王を切った相違剣戦だとでも？山賊で消えろだと？俺は億人に一人の甲骨の持ち主だ。10年前でもお前など俺の眼中にない。甲骨ってそんなにすごいのか？聞こえはいいけど、見た目は大したことないわね。この前は少し油断しただけだ。今日こそ土下座させてやる。兄上すごすぎるわ。子羊がお腹を空かせてる。魚を持って餌をやりに行こう。うん。与野元慶！よ、そばでよく見ていろ。与野元慶、ここで決着をつけよう。なぜそんな早く動ける？くらえ白山！お前、自分が天命の子で、自然に甲骨が生えてきたとでも思っていたのか？どういう意味だ？昔俺は政務が面倒で、フランのために達人を育てようと思った。その時お前が割と素直だったから、甲骨を与えたんだ。お前が俺に甲骨を与えたと？じゃなきゃその甲骨はどこから来たと思うんだ。バカな。お前自身がゴミのくせに、どこにそんな甲骨がある？貴様の周囲は廃されてなどいなかったのか？この甲骨をやるのは構わなかったが、まさかそれに頼って私の前で生きがるとはな。与えられるなら、奪い取ることもできる。与野元慶、取り戻す気か？この骨はとうに俺の血脈と繋がっている。無理に奪うなら、全周囲を失ってでもお前の皮を剥いでやる。甲骨が、与野元慶！蒼月フランが目障りなんだろう。俺が殺してやる！蒼月帝国の天下も奪ってやる！犬にだってなる、亀と言われた奴を噛む！この小娘より俺を生かしておく方が、ずっと役に立つぞ。兄上、あの人すごく怖い。でも今のを見たら、悪竜を吹き飛ばす姿も想像できたよ。言っただろう。あれはただの噂だと。これ欲しいか？でも、もう贈り物もらったよ。おい、ほどいい。甲骨！俺の甲骨！返せ！
甲骨を渡せ。さもなくばこいつを殺すぞ。脅すために人質を取るならわかるが、羊を人質にしてどうするんだ？愚かな人間め。ご主人様にかなわないからって、俺を脅す気か。後で痛い目を見せてやる。甲骨を渡せ。さもなくば今すぐこいつを殺してやる。知らないとでも思ったか。この羊はお前と長年連れ添った弱点のはずだ。渡さないなら今すぐ道連れにしてやる。勝手にしろ。ご主人様、薄情な奴だな。俺をここに置いていく気か？髪型が乱れたじゃないか。総院長、見ましたか？今の流れ星は吉兆では。天が、我が蒼月で異国の全危機が間もなく解消されると示しているのでは。陛下、軽はずみなことはもう仕上げられません。大軍が帰還して久しいのに、なぜ向くからは何の頼りもないの？霧島鮫洲の周囲なら、深追いさえしなければ脱出は容易です。何か裏があるのかもしれません。裏って何よ。いやはや、よろ先達はのんきですね。こんな一大事にペットの餌やりですか。そう、月が南国を攻めるという噂は、我が総雲衆にも届いていますよ。お前が下山できるなら、総雲衆はもう安泰のようだな。ええ、先達のご州大臣のおかげで、奴らは手も足も出ません。しかし南国は5万の兵のみ。そう、月の10万の大軍に耐えられるはずがありません。その余裕ぶりからして、南国を助ける気ですね。また陣を敷くのですか？それは長期的に考える必要がある。魚を与えるより、釣り方を教えるべきだ。じいさん、神術司教会本部を南国に移せないか。さすがは先達、実にお見事。まさに妙案です。そう、月が南国を攻めれば、我々神術司教会を敵に回すことになります。いや、待て、ダメだ。教会は私が会長とはいえ、明生の高井副会長が2人います。本部移転のような重要事は、私の一存では決められず、彼らも納得しないでしょう。なら私を案内しろ。私が説得しよう。あくまで説得ですよ。力で制圧しないでくださいよ。私はそんなに凶暴か？ええ。古道会長、我々二人の話し合いで、神術司教会の本部を渓谷に置くことに決めました。いいよ、陰湿な奴だな。私に隠れて勝手に決めるなど、私を会長とすら思っていないようだな。人聞きの悪い。本部を渓谷に置くのが最適解なのです。ここにいる皆さんも、これには何の異論もないはずです。時流を読むのが賢者というものです。あえて逆らう者がいるなら、見てみたいものだ。我々のような下っ端は、意見があっても最初の犠牲にはなりたくない。ああ、お二方の副会長に睨まれたら、もうここでは生きていけないからな。私は反対だ。反対だと？お前は一体何者だ？見たことのない顔だな。どうやって紛れ込んだ？騒ぎ立てるな。先達は私と同行しておられるのだ。文句あるか？古道会長、私の聞き違いですか？我々神術司教会は修行会トップの神術組織ですよ。いつからこんな青二才を勝手に連れ込めるようになったのです？ありえない。高見会長の実力なら、普通は近づくことすらできないのに、会長の喉元に刃を突きつけるなんて。お前の意見は終わったな。次は私の話を聞け。ここは神術司教会だぞ。皆の前で強行に及ぶとは、興奮を買い、修行会全体から指名手配されるのが怖くないのか。なるほど。一理あるな。高見会長のご龍剣だ。あの小僧はもう終わりだ。ああ、気をつけて。手を出す前に身の程を知るんだな。恥をかく前に。
私の手が。奴は一体どれほどの周囲だ。ああ、忠告を聞かないから痛い目を見るんですよ。残酷だ、残酷すぎる。皆の衆、神術司教会の本部は南国に置こうと思う。誰が賛成で、誰が反対だ。今日は生かして返さんぞ。これで痛い目を見るぞ。忠告しておくが、呼ぶなら最強のやつにしろ。親父の次は、じいさんが出てくるような茶番はごめんだ。若造がよく吠える。後になってもその大口が叩けるか見ものだな。なんと、警告風雲収氏の妖言生理様だわ。州は警告で KO と同等だっていうのに、二人の副会長は本当に顔が広いな。二人の人術師が困っていると聞いて参りましたが、一体何事ですか？わざわざお越しいただき申し訳ありません。どうか妖言収集のお力で、教会に乱入したこの凶悪犯を捕らえてください。そんなことが。その凶悪犯はどこに？私が捕らえ、お二人に引き渡しましょう。妖言収集。私がその凶悪犯ですよ。あなた！あなた。お許しを。まさかこの疫病神だなんて。あのクソ高見長空め、私を殺す気か。妖言収集。奴を捕らえるのを手伝ってくれ。逃げないでくれ。助けに来たんじゃないのか。妖言収氏の地位で、こんな小僧を恐れるはずがない。こんな無名のやから、相手にする気にもならないのだろう。収集の目から見れば、相手になるしかくすらないのだ。そうだぞ、妖言収集。何をしている？せっかく来たんだ。昔話をしよう。虚勢を張り寄って、妖言収氏が貴様を恐れるとでも。実に傲慢な奴だ。妖言収集、奴を捕らえ、教会の威厳を取り戻してくれ。黙れ！先達、どうしてこちらに？一言いてくださればよかったのに。こいつらとは無関係です。通りかかったところを無理やり連れてこられただけで。どうたる風雲収氏の妖言整理が、なぜこんな小僧にへり下るのだ。井の中の蛙どもが、世や先達の恐ろしさも知らずに、よく吠えるわね。そういうことなら、あっちに行ってな。これにて、失礼します。ここは神術師教会だぞ。力で屈服させられると思うな。ではこうしよう。私が大陣を敷く。一緒に破ってみろ。もし破れたら好きにしていい。おう、先達、名案ですね。お二人さん、受けて立つ度胸はあるかな？よかろう。もしこの陣を破れなければ、お前の言う通りにしてやる。腕はたつようだが、我々を見くびりすぎだ。たかが低級な現人ではないか。低級な現人には、低級の遊び方がある。現陣を破る一番簡単な方法は、すべてを無視し正気を保つことだ。正気を保つだと。これは無限月影陣だ。現実と同じ苦痛を味わえるぞ。何をする気だ？卑怯な、武徳もないのか？やめてくれ。何でも言うことを聞く。いてに同意する。だからやめてくれ。ぐわぁ。どうだ？今の私には、まだ資格があるかな？ああ。先達悪かった。私たちが間違っていた。やめてくれ、降参する。よし。では確認しよう。
神術司教会の本部を南国に置くことに、賛成の者は、反対の者は、賛成だ。私は賛成だ。移転しろ。さっさと同意しておけばよかったものを。残酷だ。あまりにも残酷すぎる。与野先生は南国に体温があるというのに、彼を差し出して草月で異国に媚びを売ろうというのですか？陛下、お怒りをお鎮めください。我が国の兵力では、草月の大軍には到底かないません。与野先生を差し出せば、国の平安を保てるやもしれませんね。愚か者。草月が以前から南国を狙っているのです。妥協すれば突き上がるだけ。抗ってこそ生き残る道があるのです。陛下、神術司教会の副会長が謁見を求めております。通しなさい。神術司教会だと、草月でさえ一目置くほどの超然たる勢力が、こんな時に何用だ。高道奥、南国女皇陛下にお目にかかります。大使、本日はどのようなご用件で？陛下、神術司教会は南国と共に、草月に抗う所存です。そんなうまい話があるのか。ええ、ただし条件があります。聞かせてください。我々の本部を南国に置くことをお許しいただきたいのです。なんだと。神術司教会といえば、手を振るだけで五国大陣を指揮、専門でさえ一目置くという。なぜ我が国のような小国を。彼らがつけば、草月で異国は愚か、列国が手を結ぼうとも、十軍に戦えるぞ。大使、失礼ながらお伺いします。神術司教会は、なぜ南国に？ええ、かがそうおっしゃるならはっきり申し上げましょう。これは、元慶戦脱が主張し、教会全体で同意したことです。与野元慶は今や周囲を失ったは偉人だぞ。神術司教会のような超然たる勢力を説得できるはずがない。無礼者。与野先生の力を疑うというのですか？先生恥深く、我が国に強力な援軍を呼んでくださった。それなのに彼を犠牲にしようとするなど、恩知らずにも程があります。周囲を失った廃人？彼らの言うその男と、あの底知れぬ力を持つ元慶戦脱は、本当に同一人物なのか？与野先生のお心に、南国一同深く感謝いたします。神術司教会の移転の件、許可します。陛下、ご明察です。元慶よ。南国を攻める口実を与えてくれたこと。感謝するわ。ご報告します。一大事です。陛下。少しのことで慌てふためいて、みっともないわね。陛下、神術司教会が南国の南城に本部を置くと工事しました。なんですって？今、何と言ったの？陛下。陛下、調査したところ、神術司教会が南国に本部を置いたのは、元慶の仕業です。元慶！我が草月国を追い出されたただの捨て駒が、なぜ場所を選べるのよ。奴が何か陰謀を巡らせ、教会の上層部を騙したに違いありません。こうなっては迂闊に攻め込めば、神術師を敵に回すことになり、必ず敗北します。そうだ、これでは戦えない。全く勝ちがない。勅命よ。南国への軍を至急撤退させなさい。ご英断です。兵を戻せば、今後の変化にも対応できましょう。今は失われた機運を補うことが最優先。私が直接万国に赴き、同盟の話を進めるわ。先生、あなたがいなければ、南国は危ういところでした。この杯、捧げます。酒は飲むが、礼は不要だ。大したことじゃない。乾杯。お姉様、もう飲まないで酔っ払っちゃうよ。酔ってないわ。起きろ。兄上、早くお姉様を部屋で休ませてあげて。私じゃ運べないよ。弱いくせによく飲むな。兄上、私何も見てないからね。行かないで。行かないよ。ここで見守っている。みんなあなたを差し出せって言うけど、
私は許さない。あなたは私のものよ。元慶に。あなたは私のもの。行かないで。本当に瀬尾の焼ける女王様だ。陛下、蒼月国皇帝が謁見を求めております。失礼、手が滑った。蒼月女皇、遠路はるばるのご足労、ご容赦願いたい。お二方の実力が並はずれているとは聞いておりましたが、お見事です。蒼月フラ、率直に言うが、我らバンコクはそなたを歓迎していない。三馬学の霊玉を持参し、同盟の交渉に参りました。この誠意、お分かりいただけるかと。誠意だと？我々が蒼月帝国と同盟を結ぶのは、そなたのためだとでも？違うのですか？私は即位して以来、蒼月帝国はますます栄え、国力も増しております。我々は最初から蒼月帝国など眼中にない。以前同盟を結んだのも、与野元慶がいたからだ。また与野元慶ですか？同盟を結びたくないからといって、そんな馬鹿げた理由を。蒼月フラ、与野元慶がただの廃人だとでも思っているのか。枯賀山王との戦いで、丹田を傷つけたのは、私がこの目で見ました。ただの廃人を、なぜそこまで神のように崇めるのです？丹田が傷つけば廃人だと、真の強者の力など、貴様のようなありけらに測れるものではない。与野先生は遠の昔に天下無双だ。5年前、たった一本の勃剣で我ら10代達人を圧倒し、大仏を追い払ったのだ。貴様は救いようのない愚か者だな。嘘よ。ありえない。絶対にありえないわ。嘘よ。私を騙しているのね。お帰りください。バンコクは、あなたを歓迎します。どうしてここで寝てるの？陛下、お目覚めですか？誰かに送らせましょうか？頭が痛い。まだ酔いが覚めてないみたい。さあ、酔いざましの薬湯です。飲めばらくになります。元慶に。行かないで。先生、急に宮中の政務を思い出したので、これで失礼します。この度胸で、私を王妃にしたいだって？お前たちよく聞いておけ。今回の修練では必ず、あのお方と良好な関係を築くのだ。少しでも機縁を得られれば、お前たちにとって運命を変えるほどの大いなる幸運となるぞ。老祖様、その方が1年前におっしゃっていた恩人なのですね。1年前、わしは寿命が尽きかけておったが、あの方の助けで起死回生し、さらに境界まで一つ突破できたのだ。決して不自然に近づきすぎて、我々がよく深いと思われないようにな。はい。老祖様、承知いたしました。元慶。もしお前が、丹田を失っても周囲は残っていて、あの世をマオチン圧したのは自分だとチンに告げていたら、どうしてチンがお前を追い出すことがあろうか。お前が去らなければ、こんなことにはならなかったかもしれないのに。チンが自ら迎えに行かなければ、お前は戻ってこないのか。蒼月。フラン、私たちが再び会ったとしても、もう他人だ。
絶対にありえない。陳は君主で、彼は臣下だ。どうして陳神を屈して彼に頼み込むことができようか。笑い草だ。陛下、朗報です。専門の方が来られました。なんと言った？太一専門が我が草月を機運の聖地とし、天命の女皇である陛下を補佐するでしょう。派遣すると。はっ！よい。陳が天命の木、するところだと言った通りだ。ご明察です、陛下。太一専門の助けがあれば、気化も除かれ、お体も元に戻りましょう。原型よ、原型。お前がいなくて、確かに草月帝国は少し面倒なことになった。だが、お前がいなくても、我が草月帝国は強くなれる。過去も、現在も、そして未来も。太一専門弟子、陛下にお目にかかります。お二方、楽にしてください。兄弟子、あのお方はどこに？女皇のそばにいるとこ、父様がおっしゃってたのに。小道様は意識しすぎず、まずはやるべきことをやれと。いつかお会いできるさ。お二方、遠路はるばるご苦労だった。宴の席を設けておるぞ。陛下、お気遣いなく、我々は補佐に来た身、そのような恩恵は受けられません。実は、我が草月帝国は少々厄介な事態に直面しておりまして、お二方の力をお借りしたいのです。戦士、これがその2匹の幼獣です。青二歳がやってきたか。俺の鮭の魚にでもなるつもり。兄弟子、幼獣を鎮めるために、女皇は国寺まで持ち出して、あのお方がいれば、そこまでしなくてもいいのでは？ともかくまずはやるべきことをやろう。少なくともあの先達が我々のことを知ったとき、反感を持たれないように。陛下、ご安心を、主婦の天印を持って参りました。畜生、思い上がるな。これはだ、一専門の天印。ぷはぁ。幼獣の退治、おめでとうございます、陛下。専門がいれば、人術協会や世の原型など恐るに足らぬ。陛下、先ほど王都のご集大陣に多くの破損が見られました。まずは我々が陣を修復して参りましょう。陛下はまさに天命の主ゆえ、戦士をも従わせるのです。間もなくこの南境も陛下に臣従することでしょう。それだけではない。世の原型にこのすべてをその目で見させてやる。陛下、戦士の方々がお戻りです。陛下、大陣の修復が完了しました。他にご用命があれば、何なりと思うしつけを。実は草月国に脇家だけでなく、臣服の懸念があるのだ。そのものこそ、我が国の真の禍根。幼獣よりも100倍恐ろしい。我々が下山したのは、あなたの政敵を排除するためではありません。専門は陛下を補佐するためにあなた方を使わしたのだ。逆臣を排除するだけで、どうして躊躇するのだ。私は女皇陛下に尋ねているのです。あなたのような、取るに足らない者が口を挟む場面ではありません。マイ弟子を待つんだ。小道様がおっしゃるには、女皇とあのお方は深い関係にあるとか、決して粗相があってはならない。陛下、お怒りをお鎮めください。その者がどこにいるのかお教えいただければ、私とマイ弟子がすぐに討ち取りに参ります。急がずともよい。私が自ら案内しよう。霧島戦士、後で命だけは奪わないで。連れ帰って罪を問うのだ。陛下、ご安心を。兄弟子は宗門一の天才です。生け捕りどころか、切り刻んでも誓えることもたやすいですよ。兄弟子、この娘、甲骨を持ってる。これほどの才能とは、
万古稀に見るものだ。甲骨など珍しくもない。陛下のそばにいたきり島向も甲骨を持っていたが、今は生死不明ではないか。お二方、この小娘に惑わされず、早く逆進を捉えるのが先決です。甲骨は万に一つの修行の才能。我ら対一専門にすら前例がないのに、この属性で立て続けに現れるとは信じがたい。霧島幕が消えた後、玄慶のそばにまた甲骨を持つ者が現れた。まさか無垢の甲骨は彼と関係が？お二方。今は急ぎこの逆賊を捕らえるのが先決だ。誰だそこでコソコソしてるのは。この小娘、これほど恐ろしい力を持っているとは。あなたたちは誰？ここで何してるの？今日こそ主婦から賜ったこの剣を抜く時が来た。小娘、剣を抜いて勝負しろ。兄上が言ってたわ。強敵を相手にするときしか剣は抜かないって。あなたじゃ役不足ね。貴様、ふざけるな。私を甘く見るなよ。今日こそ対一専門の意向を思い知らせてやる。バカな。沈戦剣を防ぐなんて。弱すぎ。くすぐったいんだけど。何騒いでるんだ。ゆっくり寝かせてもくれないのか。もっと遊んであげたかったけど、兄上を起こしたからには容赦しないわ。あの子、手加減してたなんて、今まで本気じゃなかったのね。甲骨。やはりこれほど恐ろしいとは。兄弟子がただ遊ばれていただけなんて。数百年の修行をした私が子供一人に勝てないとは。兄弟子ダメです。第一金峰で清潔を燃やせば、根気が傷月周囲で落ちてしまいます。周囲が落ちようとも、貴様に代償を払わせてやる。戦士が本気になった以上、あの小娘は死んだも同然だ。危険。バカな。兄弟子。兄弟子、大丈夫ですか？兄上、私の竜候補のオーラタ？いいぞ。お前の甲骨は霧島向くよりずっと見込みがある。夕飯は何がいい？鶏もも肉をつけてやるよ。まさか霧島向くの甲骨は、本当に世の原型と関係があるというの？妹弟子、あの顔を見ろ。あの顔、原型先達ですか？そう、月直王が殺せと命じたのが、あなただったとは。ただの凡人だぞ、専門先達なわけがない。人違いに決まっている。そやつは蒼月国農逆神だ。早く殺せ。答えてみろ。お前たちの言う蒼月を追放された逆神とは、原型先達のことか。正直に答えろ。さもなくば今すぐ魂ごと消し去るぞ。はい。彼こそ平家な蒼月から追放した原型です。むく、無礼であろう。真の大臣に言えなくてお出すとは。黙れ。先達、申し訳ありません。我々は主婦の命であなたを探しに来たのですが、この蒼月女皇に騙され対価を犯しました。どうか罰を。立て。どういうこと？専門が蒼月を機運の地と見定めたから、天命の女皇である私を補佐しに来たと言ったじゃない。原型先達がいなければ、
我が他一専門がちっぽけな蒼月帝国など知るはずがない。ただ覗くせの女皇のくせに天命を名乗り、元慶先達を追放するとは。嘘よ。元慶はただの凡人よ。専門にそこまで重視されるわけがない。意の中の蛙だな。ありの分際で、天の高さを知るわけがない。いいえ、そんなはずはない。私は、天命の女皇、蒼月破棄のち。私を補佐しに来たはずよ。彼を探しに来たなんて、ありえない。お前たち二人は、宗門へ戻れ。先達、我々は大いなる機縁を逃し、このような大火を犯しました。戻れば中核で忍び分すらは下されてしまいます。どうかお慈悲を、我々をおそばに置いてください。この女に騙されなければ、機縁を逃すこともなかった。今日ここで殺してやる。やっぱり、元慶兄は私を見せたりしないのね。やっぱり元慶兄は見捨てないって思ってた。どうしてあなたが？待て、やめるんだ。どうして止めるの？彼女は人海女皇だ。万人の命に関わる。この件は一旦不問にしよう。だが貴族を鎮めるために貸した天印は返してもらうぞ。ダメ！やめて！貴族が時はなたれたら、蒼月帝国は終わるよ！天印を回収しないなら、何でもする。どんな代償でも払うわ。それはお前と蒼月帝国の因果だ。対一専門には関係ない。見て、天印が回収されたわ。どういうことだ？どうでもいい。今のうちに出るぞ！助けて。出ようぜ。元慶に、私に謝って欲しかっただけよね。もう反省したが、向こう戦士、二天印を戻すよう言って。自業自得だ。謝ったのに、どうしてまだ許してくれないの？蒼月帝国が滅びるのを見たいわけ？全く反省してないな。蒼月帝国に帰れ。お前は。陛下、お待ちを。先達、本日は大変失礼いたしました。寛大なご処置に感謝いたします。今後ご用命があれば、剣馬の労を惜しみません。よう。どうしましょう、兄弟子。まずは戻って主婦に謝罪するしかない。行こう。息が詰まりそうだったわ。やっと出られた。この場所を徹底的にぶっ壊してやる。離して！何なの！化け物！貴族め、やめなさい。化け物め、やめなさい。身の程知らずの女め。我らを封印した恨み。今日こそ晴らしてやる。やめて！待て、殺すな！長ね、我らを封印していた女だぞ。なぜ生かしておく？世の元慶はこの女を一番気にかけている。殺せば奴が復讐に来るかもしれん。そうなれば、また封印されるどころか、こねもの来らんぞ。そう、月女皇よ。実のところ感謝しているのだ。世の元慶という悪魔を追い出してくれたおかげで、我らは再び日の目を見られたのだからな。これほど恩知らずな女に、なぜ世の元慶のような天下無双の大運命者が、自身と蒼月国に運命を注ぎ込んだの借り換えに苦しむな。運命を注ぐ？元慶は私に代わって、貴族を封印しただけでなく、自身と蒼月帝国に運命を注いでいたの。兄貴、脱出したばかりだ。ここに長いはむようだぞ。次はどこへ行く？南国は偏僻なしで達人もいない。
力を取り戻すのに好都合だ。行くぞ！このアン君が慶応を追い出さなければ、貴族も現れず俺の家族も死なずに済んだんだ。そうだ。お前が蒼月を滅ぼしたんだ。お前は千個の罪人だ。千個の罪人め！万死に値するぞ！罪人！私は、私を責めないで。死ね！みんな奴からはなれるんだ！私は間違ってない。ただ蒼月国方、任に縛りされたくなかっただけ。こんなことになるなんて思わなかったの。クランこの匂い袋には、安眠の薬草が入っている。肌身離さず持っていれば、君を守ってくれるよ。ええ、わかったわ。そこに置いておいて。中には言っているのは、修練度を上げるための素材ばかり。道理でこの一年、修練度が飛躍的に上がったわけね。自分の才能だと思っていたのに。私、ずっとあなたに守られていたのに。原型に、私が間違っていたわ。私が愚かで、恩知らずだった。原型に、帰ってきて。あなたを追い出すべきじゃなかったの。原型に、お願い、帰ってきて。ピロン。天命の弟子候補が一尺圏内には入りました。臨時弟子獲得クエストが発生しました。クエスト完了で豪華な報酬が得られます。真理の核の影もないのに、また臨時任務か？東慶君。俺が暇すぎるとでも思ってるのか？くそ、この怪我じゃ、遅かれ早かれ追いつかれる。ここを離れろ。私が去るまで戻ってくるな。それなら戻る必要はないな。どういう意味だ？お前の今の状態じゃ、3日と持たない。お前、修練を。少しだけな。周囲を抑えて生きがいから南京に来て、天気に追われてここまで来たが、普通の修練者の境界すら見抜けなくなるとは。どんな後方やれ生きでもくれてやる。私の傷を治すだけでいい。そんなものはいらない。条件は一つ。俺に弟子入りしろ。私が誰だか分かっているのか？私を弟子にするだと？ならいい。勝手にしろ。お前。このポンコツシステムは弟子を取れば大報酬があるというが、絶対に必要というわけでもない。これ以上遅れれば今夜は持たない。弟子入りなど絶対にしない。他の条件にしろ。なら遠くで死んでくれ。人の家の前で死なれると縁起が悪い。お前。わかった、承知した。泣き虫の素直のでしかと思いきや、こんなのが来るとは。何か言えよ。私をからかっているのか。システム報酬のために助けてやるか。ついてこい。手を貸して。どっちが将だ。少し歩くくらい弟子にはしない。お前。周囲が戻ったら、ただじゃおかないぞ。さあ、まずは弟子入りの礼を。有天領の私が、凡人に頭を下げて弟子入りするなんて、これほどの屈辱はないわ。でも大運名者もまだ見つかってないし、ここで死ぬわけにはいかない。何も言わないのか？ピンポン、宿主が弟子を取りました。新旧添付、転籍聖金を獲得。なんて使えないスキルだ。終戦会には霊障が溢れてるのに、金なんて何に使うんだ。立て。服を脱げ。やっぱり、あなた変態ね。この傷を治すには経絡を通す必要があるんだ。失礼するぞ。
陽野先生、大丈夫ですか？聞いたんですが。よくも原型。私がアプローチしても無視するわけね。女を囲ってたなんて。これは新しく取ったでした。重症適切してるんだ。そう。弟子ね、治療ね。ならいいわ。原型に近づくあんないい手があったなんて、どうして思いつかなかったの？女王陛下、やきもちですか？さっきの勢いだと、本妻の浮気調査かと思われますよ。先生、からかわないで。祝主様、転籍成功です。毛髪どうしたのか水には、主人には言えつします。皆庭がご主人様には言えついたします。ヨナ先生、あなたの家が喋りました。外に出て、どんな能力か見てみよう。私の服が、この変態！子には、ちょっと跳ねてみろ。ヨノ先生、本当に家が指示通りに動くなんて不思議すぎます。まあ実用的だな。他のスキルも試すか。この変態、殺してやる！ヨノ先生、危ない！兄上が助けてくれたのに、問答無用で攻撃するなんて無礼です！外科医に来るため周囲を9割抑えているとはいえ、今の件は全力だった。それをこの小娘が軽々と防ぐとは。こんなに幼いのにこれほどの周囲があるのか。本当に理不尽な人。原型にイガシンスに助けたのに、目を覚ますなり殺そうとするなんて。ここに来るとき、天気に経脈に重傷を負わされた。前世紀でも、こんなに簡単に半分以上治すことはできなかったはず。この凡人は霊力の波動が全くないのに、どうしてこんな手段が？本当におかしいわ。命を救ってくれたお礼に、たくさんの修練資源をあげる。でも、弟子入りのことは。弟子になりたくないなら、いつでも帰っていいぞ。この人、急に物分かりが良くなったわ。でも残念ね。彼自身の1年の差で、一生で二度と出会えないような大機縁を逃したことに気づいていないなんて。それにしても、この固有天領でも万に一つの天才ね。もし門下に収められれば、将来必ず大きな助けになる。お嬢ちゃん、私の弟子にならない？私は兄上の弟子です。兄上が助けてくれたのに、面と向かって引き抜こうとするなんて恥ずかしくないんですか？この子が彼の弟子だなんて。彼にいくらかの周囲があっても、境界はそう高くないはず。どうしてこんな天賦の才を持つ弟子がいるの？お嬢ちゃん、彼についていてもさ、異能が埋もれるだけよ。私の弟子になれば大きな機縁をあげるわ。竹自在法、皇居、これらはすべて文献にのみ存在する混沌球の候補。混沌球の候補を知っているとは少し八式があるよね。天正霊石。古書によれば、天地開闢の時にのみ誕生する手法で、天下に数えるほどしかないはず。有天領では、こんなもの普通の修練資源に過ぎないわ。凡人だからそんなに驚くのよ。どう、お嬢ちゃん。私を師匠とするなら、これらをすべてあげるわ。真の修仙の世界も見せてあげる。どう？そんなのいらない。このお嬢ちゃんたら。兄上が前にたくさんくれたから、あなたのよりずっと面白いもの。普通の玉環に見えるけど。ただ覗く物に過ぎないのに、よく比べようとしたわね。これは、成功の心得だわ。どの玉環にも、聖人の悟りが込められている。有天領主でさえ、すべてをつぎ込んでも、これほど果たせないはず。有天領。伝説で破人界を超越した存在。あなた、上界の仙人だったの？いくら底力があっても、私が上界の仙人だと知れば、恐れ敬うはず。兄上、有天領の人ってすごいの？聞いたことないな。有天領派上界の大監獄よ。私の素性を知ったなら、恐れ敬うべきよ。へえ。敵の接近を検知、
自動防衛機能を起動します。誰の声？この2は、霊地があるの？まずいわ。この巻、まさか天気が追ってきたの？脆くて卑小な人間どもめ、我らの降臨を迎えるがいい。早く逃げて。これは貴族の木よ。ただの人間が抗えるものじゃないわ。ここの人間はみんな新鮮で弱っちいね。私たちを脅かす存在なんて絶対いないわ。ご主人様にご報告します。皆に我がない敵を捕らえました。ご処置をお待ちしております。今日貸されたこの家が移動できるだけじゃなく防衛機の馬であるとは、このシステム。悪くないな。あの2匹の貴族は南国を平定できるほどの強さなのに、こんなボロ屋にやられるなんて。原型アニーのお庭がこれほどすごいなんて。一体どれほどの秘密を隠しているのかしら。逃げ出したようだな。俺に会いたくてここに来たのか。元慶様、どうしてあなたが？三女記。強い奴はいないって言っただろう。なんでこの人に？黙って。用がないならこれで失礼しますね。どこへ行く？せっかく来たんだ。お前らの踊りが上達したか見せてもらおう。上達？元慶様、私たちもあなたがここにいると知って、わざわざ会いに来たんです。ちょうど護衛が足りなくてな。用の練習相手も必要だった。お前ら、ここに残れ。せっかく来たんだ。残ってもらおうか。我々は、古の大鬼だぞ。護衛と練習相手になるって、格好がつかないわ。そうだぞ。不満か？いやいや、喜んでやります。あなた様の護衛を務め、このお嬢ちゃんの練習相手になれるなんて、至上の喜びでございます。古の大鬼を超え、にしちゃうなんて、原型にはやっぱりすごいわ。この原型、古の鬼族をここまで怯えさせるとは、まさか彼がだ言う名者なの？いいか、妙な真似はするなよ。滅相もない。ほら見てください。私たち上達してますよね。上達してます。弟子入りしないなら、帰る。今日の屈辱忘れないわ。いつか喜んで私に弟子入りさせてやる。お嬢様、ご無事ですか？平気よ。漁師様が探していた大運名車を見つけたわ。それは頂上。すぐに彼を祐天領に連れ帰りましょう。慌てないで。漁師様に派大運名車な私に弟子入りしたがっていると伝えて、弟子にしてから連れ帰っても遅くないわ。静かに。女王陛下は今日公務がないのですが、こんなところに来る暇があるとは。考えました。あの夜は世の先生に無礼を働きました。ですが私、南条時のは逃げません。無礼を働いた以上、最後まで責任を取ります。どのように責任を？世の先生、私の大愛になっていただきたいのです。お慕いしております。あの時、悪竜から私を救ってくださって以来、ずっと。この数年国事に励んだのも、いつか最高の姿で、あなたの隣に立ちたいからです。ロマンチックね。情熱的な告白。私まで感動しちゃうわ。主人が承諾したら、俺たちは王妃様の専属護衛ってことか。もう騒がないで。元慶に、開けて、私をフラ。あの女、本当にしつこいわね。世の先生、私が追い払ってきます。その必要はない。三郎、四郎。外の様子を見てこい。は。元慶に、早く開けてよ。私フランよ。陛下が自ら足を運ばれたのに、慶応殿下が一向に姿を見せないとは、無礼千万です。黙れ。
慶応はカクカクたる先行を立てた。彼を追い出したのは、陳が愚かだったのだ。今日ここへ来たのは、心から謝罪するためだ。元慶に、私が心から謝れば、また許してくれるわよね。陛下の仰せの通りです。慶応殿下も陛下の真心を悟れば、深く感謝し、共に蒼月国へ戻られるでしょう。深く感謝するだと？夢を見るのも大概にしろ。不届き者め、陛下驚かすとは。資格だと。ふん。お前らごときを狙う資格に俺たちがなると思うか。お前たちは地下に封印された古希。なぜここに？さっさと失せな。これ以上主の邪魔をするなら、お前らの魂を抜いてやる。本当に奴らなの？元慶は私のために、再びあなたたちを服従させたのね。陛下。何をおっしゃって慶応殿下が、陛下のためにこの古希を服従させたと？ええ、きっとそうよ。貴族が現れた後、慶応が密かに服従させたの。彼の心には、まだ私がいるのよ。元慶に、私のために、密かにこの2匹の鬼を降伏させるなんて、やっぱり昔の女王を忘れられないのね。サブロー、この女頭おかしいんじゃないの？主が私たちを護衛にしたことと彼女に何の関係があるのよ。さあな。人間の頭張り替えできん。元慶に、ドアを開けて。私が悪かったわ。この女、自意識過剰すぎない？元慶に、開けてよ。外で待ってるから、中にいるんでしょ。そう月フラン、いい加減にしなさい。なんであなたなの？どうして元慶のところにいるの？どうして元慶のところにいるの？言って悪い？南国はあなたが自由に出入りできる場所じゃないわ。元慶兄に会いに来たの。邪魔しないで。昔話？昔話？与野先生は私の王府になると約束したわ。恥をかくだけよ。ありえない。元慶兄の心には私しかいない。あなたの王府になんてならない。信じるかどうか分かってよ。半歩でも踏み入れたら南国女王として容赦しないわ。私を殺せるもんですか？私と元慶に意の長年の絆は、あなたが簡単に超えられるものじゃない。そう、月フラン。あなたに情を語る資格があるの？容赦なく先生を追い出したくせに、彼の本当の力を知ってから付きまとうなんて、その厚顔無知は恐れ入るわ。悪と無の言葉を信じて間違えただけよ。元慶兄は、私を責めないわ。ほらね。元慶兄は私のことを思ってるのよ。そう月女皇、私はあなたを知っていましたか？元慶兄、あなたが私のためにしてくれたこと、全部知ったわ。今日は心から謝りに来たの。許してくれるわよね。言ったはずだ。再び会っても、ただの他人だと。元慶兄、どうしてそんなに冷たいの？皇帝の身分を捨てて謝っているのに、どうしてそんな態度を取るの？どけ、釣りの邪魔だ。待って。元慶、あなたには全く非がないとでも言うの？あなたが何も言わず、何も説明しなかったから、悪と無の言葉を信じて追い出してしまったんじゃない。これらはすべて、あなたにも責任があるわ。私がこんな風になったのは、全部あなたのせいよ。そう、月フラン。自分が何様だと思っている。私の前で善悪を語る資格があるのか。そう、月フラン。何様のつもりだ。私の前で善悪を語る資格などないぞ。与野先生は天地律を動かすほどお強いなんて。
奇跡だ。まさかこんなお方に逆らってしまったとは。君のような帝王など、私の目にはあり同然だ。君を殺すなど、アリを潰すのと同じことだ。君を殺さないのは、私の庇護を失った君が、どこまで落ちぶれるかを見るためだ。蒼月フラン、蒼月で異国へ失せろ。お前の誇るすべてが、ムニキスのをその目で見届けるがいい。原型！兄上は羊の餌やりに行ったのに、どうしてまだ晴れないの？絶対にご主人様を怒らせちゃダメよ。そう月フラン。先生の言葉が聞こえたかしら。今すぐ南国から失せなさい。出なければ切り捨てる。南条時の、あなたと原型は私への今日の仕打ちを必ず公開するわ。絶対にね。陛下、お待ちを。私をお待ちください、陛下。これほど凄まじい圧巻が残っているとは、まさか、また成功が現れたというのか。それとも漁師たちが大運命書を見つけたのか。大運命書をやすやすと連れ帰らせてはならん。さもなくば魔聖様の降臨の妨げとなる。原型兄がこれほどの天地の異象を引き起こすなんて、もしかして、この異象は冷絶の真理の司法と関係があるの？真理の司法？真理の司法は、現地開闢の時に生まれた神仏で、修戦者が得られれば、真理の根源に触れられると言われているわ。そして属性の王朝にとっては、100年の繁栄と永遠の平和をもたらすの。真理の核が、真理の司法ということか。陛下、私は行きます。南国に滞在していた間、大変お世話になりました。この天地の異象のせい。じゃあ、また戻ってくる？南国での時間はとても楽しかったです。私の故郷にも、こんな青い川があるんですよ。わかった。じゃあこの子にまで、あなたが戻るのを待ってるわ。いつまでも待つわ。三郎四郎。私が去った後は留守を頼む。陛下とはをしっかり守るんだ。はい、ご主人様。よう、日頃の修練を怠るなよ。うん。残留する隆起。これはまさか。陛下、元慶の奴はあまりに傲慢です。我々を直接追い出すとは、王都が危機の中、南国にも居場所がない。我々はどこへ行けば。原型め。この屈辱は必ず100倍にして返す。だが今は、確かに行く当てがないわ。あなたの身には大いなる運命の残影があるが、ここまで衰退するとは珍しい。何者だ。世の行方を覗き見るとは。私は神谷元斎、祐天領の者だ。この度南京に来たのは、祐天領の危機を救うべくだ運命者を探すため。祐天領？大一専門をもしのぐ頂然とした存在じゃないか。祐天領の達人でしたか。実は、余波蒼月帝国の女皇。隆起と国運を背負っていたが、先日元慶という俗に運を奪われ、こんなありさまに。元慶？彼があなたの運を奪ったと。ええ。もし運を取り戻し、雪辱を果たして助けをしてくれるなら、蒼月帝国は祐天領に帰順し、意のままに従うわ。ならば私と共に祐天領へ来るか。ご厚情に感謝します。祐天領に行けるなら、この蒼月フラン、美代子にして研磨の労を尽くしましょう。全員、通り外へどけ。さもなくばした。あやつ、どんな宝具を。この伝承には、覚醒力が集まると思ったが、原型の宝具に恐れをなして退くとは。だが入り口の禁制は解けまい。奴が諦めた時に私が出よう。私の真の実力を見れば、喜んで弟子入りするはずだ。ひゃっ！
お前か。久しぶりなのに、お茶も出してくれないの？ずいぶん落ち着いてるのね。私が伝承を奪いに来たと疑わないの？お前は伝承を奪いに来たわけじゃない。あら？どうしてそう思うの？お前はカッコをつけに来たんだ。カッコをつける？蒼月帝国の新しい言葉？お前は伝承に興味はない。ただ俺の前で腕前を披露して、何か目的を果たしたいだけだ。そこまで見透かされているなら、もう隠さないわ。私がこの入り口の禁制を破ってあげる。条件は簡単よ。私が禁制を破れば、あの傲慢な元慶も私の力に驚き、素直に弟子入りするはず。よく見てて、カッコをつけるわよ。電池釈放、波人7式。こんな禁制、ちょろいわね。私の条件は、ひざまずいて師匠と呼ぶこと。この弟子、断れないのか。本当に面倒を増やすやつだ。四川送信、四川の豹と魔人を渡せば、命だけは助けてやろう。豹は開祖様が残したもの。たとえ総門が滅びようとも、渡すものか。いいだろう、望み。通りにしてやる。魔人が覚醒し、四川州が滅べば、宝などおのずと手にはいる。まずい。魔人が覚醒するぞ。宗主、どうしましょう。魔人が覚醒したら、我々は終わりです。開祖様が残したあの豹を試してみるか。数千年代、四川州にハヨゲンがある。滅亡の危機に際し開祖である。天城守様が稲妻のごとく帰還し、我々を救うと。四川州の開祖だと？それは万年前の話だ。今日、天城守は愚か。神が来ても無駄だ。こうなったら一か八かやってみるしかない。長老たち、秘宝の発動に力を貸してくれ。ふぅ、成功だ。開祖様が戻られた。これで四川州は助かる。本当だ。この凄まじい気合い、開祖様のご降臨に違いない。まずい。奴らを止めろ。ここは秘境っぽくないな。どこに飛ばされたんだ？私も知らないわ。宗主、このお二人はとてもお若いですが、本当に我が開祖、天城守様でしょうか？細かいことはいい。秘宝で召喚され、これほどの威圧感だ。絶対大物だぞ。四川州の待ってい、四川送信。開祖天城守様に拝謁いたします。開祖様には謁いたします。あんた、こんな身分もあったの？よく隠してたわね。俺も今知ったんだよ。さて。古道様、天候衆が魔人の封印が解ける隙を狙い、あなたが残した宝を奪おうとしています。どうかお力をお貸しください。その宝って、真理の核のことかな？何の宝だ？古道様がかつて宗門に残された伝承の宝ですよ。お忘れになられたのですか？鹿は、お前狂ったのか？こんなガキを天城守の身代わりに仕立てるとはな。なまれ黒瀬玄道。我が宗の古道様の前で暴言を吐くとは、死にたいようだな。こんな青二歳が天城守だと言うなら、俺は釈迦如来だ。天城守はもう過去の存在だ。まさか本当に古道様ではないのか？天は我がしか和宗を見放すというのか。今は、守る帝だ。小僧、俺をからかったな。からかって何が悪い？死にたいようだな。今日こそ魔聖様の魔人を呼び出し、お前ら全宗を皆殺しにしてやる。魔人の封印が破られる。
魔聖様の魔人が目覚めれば、成功でなければ断ち切れ。これでようやく静かになったな。我らが全集の力を上げても抑え込めなかった魔人が、こんなボロ剣一本でおとなしくなるとは。まったく、子供のたわごとです、コド様、お気になさらず。子供？そんなバカな、魔聖様の剣が、あんなボロ剣に鎮圧されるなど。そんなにこの剣が好きなら、お前にやろう。やると言っただけで、嬉しすぎて血を吐くとは、やっぱりやめておこう。このお方は指先一つで魔聖様の剣を操ることができるなんて。まさか本当に天城守の機関なのか。小道様、お命だけは、私が紀州に宝を奪いに来たのは、祐天領の領が一社の指示だったのです。あなたは誰？領主様が領外でしか和州を滅ぼせと命じたなんて私は知らないわ。白道がなぜここに？まさかこの者が彼らが探している大運命書なのか。俺の正体など知る資格はない。四川州の豹と魔人、必ず持ち帰る。ふざけた真似を。今日こそ粛清してやる。マキ、なぜお前からマキが？来世で教えてやろう。残念だが、お前に来世はない。なんてこと。これが主婦の真の力。こんな強者を弟子にしようとしてたなんて。老祖のご意向だ。我ら四川州は救われたぞ。これで安心だな。弱くても、鍛錬すればいい。さすが主婦。助けていただかなければ、私は確実に死んでいました。やっと主婦と呼ぶ気になったか。やっぱり主婦が一番です。俺を殺すのは、そう簡単にはいかんぞ。瞳、俺はワンパンマンじゃなかったのか。一発で倒せない奴がいるぞ。ピロン。敵が命を守る法則の力を覚醒したのを検知しました。宿主は天下無双ですが、真理の核を解放する前は、天道の法則を突破できません。まだまだ努力して、少し強くなる必要がありそうだな。主婦、あなたの実力はすでに底知れないのに、まだ強くなるとおっしゃるのですか？宗主、このお方は本当に、数万年姿を消していた老祖、天上守様なのでしょうか。どっちでもいい。彼こそが我々の老祖だ。老祖、お助けいただき感謝いたします。魔人を封印し、強族を討伐して、四川州をお守りくださり、ありがとうございます。老祖には、家継いたします。さて、お前たちの方も、巣についてはなせ。古道様、これはあなたの宝物です。宗門が滅びるのも厭わず、絶対に渡さなかった宝物を私にくれるのか？私を本気で、あなたたちの古道様、天城守だと思っているのか？彼が天城守ではないと私は知っているし、彼も私が知っていることを知っている。しかし、四川州を守れるのは古道様だけだ。だから彼は古道様でなければならない。古道様、あなたが祭壇から現れ、我が四川州を滅亡の危機から救ってくださったのだから、あなたは我が州の古道様です。当然、あなたの宝物は返上いたします。老快な奴め。宝物と引き換えに師匠の庇護を得ようとしている。お前も随分と苦労しているな。これはもともと私のものであるし、これで元の持ち主に戻ったことになる。ええ、古道様の仰せの通りです。あの魔人は、本来へし折ってとかそうと思っていたのだが、お前たちがこれだけ長年鎮圧してきたのだ。ご苦労だったな。その魔力は完全に抑え込んだ。権威は残っているから、今後はここで修行して権威を悟るといい。古道様のご意向に感謝いたします。
この権威があれば、我が四川州は将来必ずや飛躍し、各名門州はをもしのぐでしょう。古道様のこのご処置は、泉州に輝く功績です。古道様の位牌を天城守様と共に祀り、我が州の弟子たちに、両古道様のご恩を忍ばせることを提案します。はいはい、わかったわかった。私はお前たちの古道様、天城守るほど神通力があるわけではない。おだてるのはよせ。無理やり開ければ中身も壊れてしまうな。天城、守る旗からを守るため、手を尽くしたようだな。これほど厳重なら、真理の核が中にあるはずだ。祐天領の者たちが欲しがるなら、開け方を知っているはずだ。祐天領兵案内しろ。俺の一撃で死ななかった奴も探す。御意。ですが主婦、一つお願いが。言ってみろ。ではないで、他の者がいるときは、主婦と呼ぶのを控えても。ほう。なぜ呼ばない？シップ、お願いです。どうか。お前の態度次第だな。陛下、祐天領のが威嚇で何日も待機しておりますが、あの方からは一切の音沙汰がありません。一旦王とへ戻るべきかと。慌てるな。あの方は、領内の線に、約束を破るはずがない。与野原型を排除してくれるなら、数日だろうが数ヶ月だろうが、私は待つ。命を守る法則の才能に目覚めていなければ、あの男の一撃で本当に死んでいた。くそ。あのクソ女に騙された。あいつこそが、真の大運命書だったのだ。お方、ようやくお戻りですね。原型を排除する件を相談したく、ここでお待ちしておりました。この嘘つきのクズ女め！よくも本座を騙したな。原型こそが真の大運命者だ。危うく奴に殺されるところだった。お方、お許しを。何か裏があるはずです。いいわけ言え、説明させてください。まだ言い逃れする気か。今日こそ貴様を殺してこの恨みを晴らしてやる。お命だけは、岡田！くそ。まだ奴を甘く見ていたか。あの原型は、一体どれほどの境地なの？1000人ですら叶わないなんて。陛下、もう慶応に逆らうのはやめましょう。これ以上続けば、私の命が持ちません。黙れ。原型の力がどれほど強くても関係ない。いつか必ず奴を抑え込む力を見つけ、この手では、維除してやる。イレ、ここにはお前が渇望する力がある。天山麻酔様。魔王様の力を得れば、大運命者は愚か。祐天領のすべてが私の手にはいる。この体は少々貧弱だが、本性の仮の器としては十分だ。神谷玄斎貴様よくも前方を。この方が完成すれば、魔の影がたい内に寄生する。その影が一体誰のものか、考えたことはあるのか？お前が言う天領の原領種。アマテラス王子という、あの老いぼれの末裔だな。
お前は神谷元帥ではない。天山魔星か。それほど馬鹿ではないようだな。命が惜しければさっさと失せろ。本性の邪魔をするな。この領主がいる限り、この殿から一歩も出させはしない。私の前で剣を使うだと。釈迦に説法とはこのことだな。これが数万年前の魔星の力か？これほど恐ろしいとは。これが自由の匂いか？久しいな。領主様！また餌が2つか。探す手間が省けたな。すべて食らって、根気を補ってやろう。助けて。俺のものを奪うだと？ただの虫けらの分際で、本性にその口の聞き方か。お前は俺が探している奴じゃない。ありえ。貴様が成功の力を持っているなど。無念だ。奴の天地率も、俺より少し上なだけか。やはり俺は無敵だな。こちらの先達は？領主様、私の主婦の予言系です。彼こそお探しの大運命者です。手紙では大運命者を弟子にしたとあったが、なぜ主婦になっているのだ？だが先達のその絶大な実力を思えば、主を得たのは大きな機縁だな。どうやら本気で俺を弟子にするつもりだったようだな。いやはや主婦、この弟子に見る目がなかったのです。主婦がこれほど規格外だとは。長く家を空けたな。陽や時野たちはどうしているだろう。ここも片付いたし、そろそろ帰るとするか。元慶系、今どこにいるの？時野は。あなたが恋しいわ。くそ、復活したばかりなのに成功に出くわすとはな。早くに躯体を見つけねば、本性は天地から完全に消滅してしまう。この近くに私と極めて相性の良い肉体があるとは。気配には同じ血脈の感覚も混じっている。まさか私の血筋か？陛下、王都に戻りましょう。外は危険すぎます。ならぬ。陳はまだ何も成し遂げておらぬ。蒼月で異国の民心は動揺しておるというのに、この無様な姿で、どの面下げて帰れようか。見つけたぞ。女だったとはな。私は蒼月フラン。蒼月国女公です。先達よ、ご用件をお聞かせください。いいぞ。この肉体は相性が抜群な上、竜の木まで秘めておる。まさに私のための完璧な器だ。天の導きか。やはり本性は、ここで終わる運命ではない。陛下はショックのあまり、正気を失われたのでは？ははは、我が子孫よ。私が誰かわかるか？私が天正成功の子孫だと？お前の体に我が血が流れ残魂と同源だからこそ、その体を借りて魂を養えるのだ。さもなくば、凡人の体では我が力に耐えられ。松江の蒼月フラン、先祖様にご挨拶を。粉骨祭神、お使いいたします。力が戻れば、我が伝承を授けてやろう。捨てる神あれば、拾う神ありね。成功様が体内にいるなんて、
これほどの幸運はないわ。予言系なんて、聖光様の前では何でもない。この天山魔星が凡人の王の体を乗っ取ることになるとは。まあよい。大事をなすには、生死にこだわらぬことだ。先祖様、すぐに国中から宝を集め、力を回復させましょう。急ぐな。かつての虎視玉神剣がある。それさえあれば、今のお前の力でも、この地を簡単に平定できる。神剣はどこに？すぐに取りに参ります。私の剣だ。自分で取りに行く必要はない。あっちの方向にあるのがわかる。小娘、少しの間体を私に預けろ。剣よ来い。陛下の真意をもってすれば、神剣は必ず八尾島しょう。その暁には、我が蒼月帝国が荒れ地を平定すること間違いなし。ははは。老祖様、なぜ剣が来ないのですか？これは数万年もたったせいで感知できなかったのだろう。本性がもう一度試してみよう。剣よ来い。陛下、神剣とやらはなぜ来ないのですか？剣は来たか。如来か。如来？結局如来は来たのですか？無礼者、音声を疑うとは死ね。老祖様、なぜ陳信家を殺したのですか？奴らの血肉と正気は、本性が力を取り戻すための最高の糧だ。本性が全盛期の力を取り戻してこそ、天下とウイツを助けてやれる。これしきの犠牲がなんだ。老祖様のおっしゃる通りです。大事をなす者は小説にこだわりません。ですが、もしその剣が戻らなければ、神剣なしでは陳の大業はなしがたいです。それはだな。本性は数万年も眠っていた。その間に何改変が起きたのだろう。あの方向は、鹿は衆のはず。噂では、剣塚に確かに剣があるそうですが、それは魔人だとか。神剣には独自の鋭さがある。凡人には扱いのゆえ、魔人などと妄言を吐く。まったく小芝だ。なるほど。さすがは老祖様。見識が終わりです。読んでも来ないのなら、自ら取りに行くまで。音声はお前と共にしか和州へ向かい、必ずや神剣を取り戻し、無常の破行を成就させてやろう。老祖様のご意向に感服いたしました。先達遊天領の古文書によれば、天城守の天正石を開くには、陰陽鏡が必要です。なぜ天城守の陰陽鏡がここに？彼の失踪は遊天領の仕業か？そんなことない。天城守は本物の聖人だぞ。遊天領が手を出せるわけがない。この陰陽鏡は、先代の領主が偶然手に入れたものだ。先達、これまで天正石と陰陽鏡を同時に集めた者はいたが、開け方はわからなかった。あんたたち修戦者には無理だ。スキャンして使うものだからな。宝具をスキャンでロック解除すると、天城守もまさか、天聖者の先輩か？これは真理の意匠。
真理を秘めた真理の司法が現れた時のみ見られるという。これが真理の核か。見た目は普通だな。まあ、真理の力もあるし、南国への良い贈り物になるだろこれは。これは虚空の加護。なんて純粋な力なの。元慶2位が真理の司法を見つけたのかしら。陛下、空に金龍の幻影が現れました。天が吉をくださいました。南国繁栄の兆しでございます。勅命を下す天下に大将。この太平の世は、世の先生の期待を裏切らないでしょう。陛下の国運の隆盛をお祝い申し上げます。先達、これは真理の力ですぞ。あまたの宗師が夢にまで見て、命をかけて奪い合うほどの宝を、属性の帝国に与えてしまうとは。養子様、慣れた方がいいわよ。私の主婦はこれくらい規格外なんだから。真理の核のかけらの獲得を確認。現在の進捗は2分の1です。散々苦労させて、これをもう一つ集めないと、任務完了にならないんだと？はい、ホスト。もうやめた。絵に描いた餅かよ。このクソシステム誰が開発した？よく通信は切れるし、低評価つけるぞ。こいつらが何か知っているかもしれん。一人捕まえて聞けばいい。小道様、彼らは、四川戦衆の弟子ですよ。三流の宗門など恐れるに足りん。本性の伝人たる者が、何をそんなに怯えている？小道様の言う通りね。私は聖人の末裔、覇者になる運命なんだから。四川衆ごときに怯えていては、異業など成し遂げられないわ。何者だ！我が四川衆で狼藉を働くとは！なんだこんなに弱いのか。小道様、助けて！いまいましい女め。どうしてこんなに弱いのだ。本性がやっとか衣服した力をまた使わされた。ぐわぁ。答えて宗門にあるあの家。最近異変はなかった。あったの？言わない気。言うよ！先日魔人が暴走して、宗門が滅びかけた。だがさ、祝い鎮圧されたんだ。ありえん。たかが四川衆ごときに、本性の魔人の暴走を鎮められるわけがない。確かに我々では無理だった。だが与野元慶様がご自身の剣で魔人を封印したんだ。与野元慶とは誰だ？こんな辺境の地で、本性の魔人を揺るがす者がいるとはな。知らない。知らないだと？何？与野元慶？またあいつなの。どこへ行っても現れるわね。与野元慶。その名を知っているのか？小道様、与野元慶は我が蒼月帝国の親王なのです。私の魔人を抑え込めるわけだ。与野元慶の力半生に達しているな。この辺境なら無敵だろうに。この愚かな女に追い出されるとはな。本性はこれほど偉大なのに、なぜこんな愚かな末裔が。与野元慶のやつ、薄情なだけでなく、始祖様の神権まで封印するなんて、万死に値します。八つ菓子に値することなど分かっている。有天領の忌々しい成功と、あの与野元慶さえいなければ、私がこんな姿になることはなかった。本性の力が戻り次第、真っ先にあの二人を殺してやる。始祖様。では今は、剣を取らないのですか？今の本性の力では、反省の封印を破るにはまだ足りん。始祖様。いっそ与野元慶を殺しに行きませんか？奴を殺せば、封印は解けるのでは？私の力がまだ戻っていないというのに、
お前は本性を七に送る気か。始祖様、お静まりください。私は世の原型を知っています。奴の対処など造作もありません。見て。真理の司法は天から降った神聖で、得れば公極界に至ると。最後の公主である梵王が、入滅前に真理の司法を得たとも書かれています。どこで入滅した？雲源北神領です。毎年北神祭が開催され、梵王異界には入れます。行くぞ、雲源北神領兵。はい。師父、これは何ですか？私にはさっぱり。用が用もなく連絡するはずない。南国女王が危ない。戻らねば。そんなに慌てて、そのうち南條時のが市長になったりして。次やったら、二度と口を聞けなくするぞ。違う。喋れなくてもこんなにうるさいとはな。お前のような弟子、もういらないかもな。師父。時の。元慶、やはり彼女を助けに戻ってきたな。大切なものに再び裏切られた気分はどうだ？さぞかし辛かろう。お前が彼女を鬼に落としたのか。天壇魔生。生きていたとはな。そう、月フラン。お前か。天気に肉体を奪われるとは。まずい。元慶が言う天領のあの死神だったとは。何ですって？ローソ、彼はなんと、あなたは天正王子では？どうして天山魔生なのです？天正王子とは、本性が借りた身分に過ぎん。そうだまさねば、喜んで本性に肉体を渡すはずがなかろう。騙したのね。ずっと私を利用していたのね。本性の復活の器になれるのだ。光栄に思え。無駄話は終わりだ。あの死神は手強い。一刻も早く逃げ道を考えねば。元慶、今日のところは本性の読み違いだった。そう急いでどこへ行く？苦労して俺を誘い出したんだ。奥の手があるなら早く出せ。逃げられないなら、道連れにしてやる。本性はこの体を捧げ、天気を召喚して貴様を殺す。私の体を壊す気ですか？死ね！天羅風金、小殺！門人よ、生贄を捧げて死ね。この天気、本当に不細工だな。傲慢な凡人め、死ね！ありえん！本性が肉体を捧げて召喚した天気の影を、たった一撃で破るだと！これだけか。よくそれで時のを乗っ取ろうとしたな。いかん！一旦引こう！逃げ足だけは早いな。殺してやれ！元慶に言いに手を出すな！
原型に。戻ったぞ。もう怖がるな。原型に、さっき自分を制御できなくて、傷つけるところだった。もう大丈夫だ。遅くなってすまない。怪我してる。私が阻したのね。かすり傷だ。問題ない。そう、月フライよ。私に魔毒を持っておびき寄せる気だったの。わかってる。魔毒はもう払ったから、ゆっくり休めば大丈夫だ。原型に会いたかった。原型に、イオノも？師匠、もう片付いた？師匠もしかしてタイミング悪かった？盆合聖域は我が領の聖地。前方がその入り口だ。中には行ったら、罠を作動させないよう、勝手な行動は控えてくれ。いや、待て。なぜここにマキが？ありえない。盆王は太古の司教者だ。聖域には彼の加護が残っており、世のあらゆるマネント殺意を鎮めている。マキが存在するはずがない。マキだ。皆、急いで霊力で身を守れ。魔音だ。皆のもの。心を保て侵食されるな。しまった、手が勝手に。やめろ！我々も限界だ。お前随分と派手にやったな。太上長老、いらしたのですね。領主、ご無事ですか？大丈夫だ。この盆王以外になぜ魔音が？盆王はかつて魔王との戦いで、魔念を己に吸収し沈めようとしたのです。つまり、盆王と魔王はどうかしたと。太上長老、こちらは聖天領領主の天道省です。今回の探索の指揮を。手分けして進もう。何者だあいつは。我らが聖天領領主をないなしろにするとは。よい、行くぞ。暴王の遺体だ。魔王の舞はこの中に隠されているはず。舞を吸収すれば、本性はすぐに力を取り戻せる。どういうことだ？私にもわからん。この肉体は魔気に満ちている。我の器にうってつけだ。これが王主の神婚の力か？やはり、この蒼月フランこそが、天命の子。だが、王子の神婚はあまりにも強力だ。早く真理の司法を見つけ、教会を安定させねば。世の原型。奴も真偽の司法を探しに来たに違いない。だが、私には王主の文魂がある。この残骸にあるものは、すべて私のものだ。ふん。よく行け。ご主人様。
ご主人様、時のはずっとお待ちしておりました。先生、私をお忘れですか？幻でも傀儡でもない。お前は何者だ？私はあなたの心の思いです。あなたが私を思っているから、ここに現れたのです。この異界は一筋縄ではいかないな。こんな奇妙な化け物がいるとは。おっと、私が何を考えているかわかるか？もちろんです。なら、真理の手法が欲しい。くれるか？欲しいなら、あげるわ。この真理の手法は、俺の胸にある。そう焦らないで。よく解の式、無名よく王。よく解の力は無尽蔵の主情の欲。煩王にも耐えられないわ。死ぬがいい。天石聖金が魔物にも効くとはな。ご主人様。私の舞が異界を飲み込めば、真理の四方は見つかる。その時、天下のすべては、私の足元に平伏すのだ。ははははは。よく気の気わいが消えた。まさか死んだのか？あれは、魔王な心血を注いで錬成した不死不滅の存在だぞ。私が魔王を錬成したから、主と認めないというのか？答えろ。お前の主は誰だ？ご主人様、何をおっしゃっているのですか？先ほど、その特別な力で私の魔魂を錬成されたではありませんか？今からあなたが私の唯一のご主人様ですよ。じゃあ教えろ。俺に支配される前は誰に仕えていた？前の主人は魔王様です。魔王だと？ええ。奴はとうに滅んだはずじゃ。誰の差し金だ？魔王様の一縷の文魂は、以前凡王の体内に封じられていましたが、ある女に錬化されました。その名が蒼月フラン。なぜどこにでも奴がいるんだ？魔王の文魂を錬化するとは、ますます出世してるな。まあいい。それより、真理の司法はどこだ？ご主人様、凡王は真理の司法を巧妙に隠しており、私にもわかりません。顔を変えられないか？長子が来る。私の姿はご主人様の意志で決まります。今、制御の呪法をお伝えしますね。これで自由にお姿を変えられますよ。凡王の遺体は見つかったか？子女、なぜ子女を連れてこられたのですか？どうやら紹介する必要がありそうだな。これはよく来た。魔王に錬化された鬼だ。皆、魔王が復活した。魔王が復活しただと？魔王が真理の司法を得て、皇極界に返り咲けば、神魔の戦いは避けられ、奴の力が戻る前に切るしかない。遠藤領主の言う通りだ。融天両持ちからを尽くそう。さもなくば創世が災難に遭う。今ここを離れたい者がいれば、本領主は咎めない。だが残界から去り、いかなる資源も奪ってはならぬ。領主様、お気をつけよう。来たからには、誰一人にガサぬ。私が復活したと知って、逃げないとはな。戦意を高めるとは、見上げた度胸だ。そう、月フラン。あなただったの。魔王の文魂を取り込み、新たな魔王になるなんて。お前の欲望の決心が、まさか彼女だとはな。キャー！ご主人様！元慶、今になって後悔しているか？何の話だ？私をあんな風に扱ったことよ。
でなければ、こんな惨めな状況になっていないはずだ。私が惨めだと？今さら、まだ強がる気か？元慶、たかが聖人の境地で、私の手から逃れられるとでも？随分と自信があるようだな。無駄話はいい。みんなでこの魔物を切るぞ。終わった終わった。これだけの新兵でも倒せないなんて、魔王強すぎでしょ。これだけの人数で一瞬でやられるなんて。世の真人、これは厄介ですな。隊長長老、我々は構わず逃げてください。元慶、ひざまずいて命乞いをするなら、昔のジョーに免じて、そのくだらない命を助けてやってもいいぞ。そう、月フラ。私は少し後悔している。なら何を待っている？ひざまずけ。お前を長く生かしすぎて、こんな不愉快な思いをさせられていることにな。世の道友はこんなに強かったのか。相手は魔王だよ。私たちの隊長長老はいつも強いんです。よくも私をぶったわね。この一発が、お前への最後の情けだ。いや、さっきの一撃聖人じゃない、攻守の領域に近い。お前の周囲は想像以上かもしれないわ。でも、喜ぶの早いわよ。手はいくらでもある。これが参考人よ。万物の聖気を奪い、私の力を早く回復させるわ。あっという間に、この消化域を支配して、真理の四方を見つけ出す。元慶、息の凝るチャンスを与えなかったと恨まないでね。無駄話が多いな。真理の手法を探すんだろう。待ってるぞ。どういう意味？なぜお前のザレ言を聞いてたと思う？早く四方を探し出して欲しかったからだ。今になってまだ強がるの？四方を手に入れて力を取り戻したらさっきの平手、うちの代償を払わせるわ。真理の司法。真理の司法。魔王に奪われてはならん。お前たち、士気が来たわよ。物を置いていくか、命を置いていくかだ。今になってまだ強がるの。元慶、素直に口が聞けないの？気をつけて！まだ攻守になっていないのに、なぜこれほどの力があるの？前に言ったはずだ。俺は天下無双だと。真理の司法を渡せ。ありえない！ああ！元慶に、後悔してるわ。後悔。じゃない、死ぬと分かっただけだ。ううん、後悔してる。過去の耐え難い記憶を隠して、あなたを突き放したこと。あなたが残してくれた新婚の金星が、私の命を救ってくれたのね。それに、この匂い袋、あなたがくれたものよ。私を守ってくれるって言ったから、ずっと肌身離さず持ってたわ。元慶に、この匂い袋を見るたびに、一緒にいた幸せな時間を思い出すの。悔しいわ。どうして私は、ずっとあなたの後ろにいる小娘でしかいられなかったの。どうしてこんなことになったのか、自分でもわからない。元慶に、もしやり直せるなら、何もいらない。あなたに戻ってきてほしい。
昔俺が守ってやったあの小娘は、お前が俺を追い出した日に、死んだ。ケンケイ兄さん。出て行って、二度と草月国に足を踏み入れないで。元気。戻ってくれないなら、私と一緒に死んで。あ、師匠、危ない。師匠、危ない。気をつけて。びっくりした。この悪女、かわいそうなふりをして師匠を不意打ちするなんて。与野孫氏が警戒しておられて助かりました。奴の舞と原神は完全に消え去り、私はもう復一度も活することはない。間違ってない。孫子、全部あなたのせいよ。魔王を討ち取り、人馬大戦を防いでいただき感謝いたします。あなたは、私にいつも何も言わず。私のためのようなふりをして。ボン王以外も一緒に崩壊していく。皆の者、ここに長いハム用だ。行くぞ。我々もそろそろ行くか。ねえ、主婦、みんな行っちゃったのに、私たちここで何を待ってるの？おかしい。なぜシステムから謎の対象が来ない？バグか？まあ、ちょうどここへの来る理由もできたしな。原型に。時野。ちょっと、主婦ベタベタしないでよ。言っておくけど、主婦はあなたのご主人様なのよ。抱きついたりしちゃダメ。ご主人様？何の現代のゲーム？原型に。適当なこと言うな。時野、どうしてここに？あなたに会いたかったから。私に？何か持ってきたのか？原型に、見て！兄上、早く帰ってきてくれないと、あの羊、私が餌やりすぎて豚になっちゃうよ。早くお姉様と一緒に帰ってきてね。新しい候補を教えてもらうの待ってるんだから。原型に、お家に帰りましょう。南国の桃も咲いたし、新しいお酒も仕込んでおいたわ。行こう、ジョーの奥さん。家に帰ろう。帰ろう。もう、主婦のエコひいき。なるほど。お前に禁制をかけられたわけだ。奴は真理の石の化身だったとはな。面白い。奴が完全に覚醒する前に、その体を我に渡せ。お前の復讐を果たし、すべてを圧倒する力を与えてやろう。